はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の全体運とお仕事のことや人間関係を星とタロットで見てみたいと思います。お願いします。早速いきますね。皆さん2025年の運勢がそろそろ気になる頃じゃないかと思うんですけども、カペラノートの PDF 版が現在販売になっています。これは来年の運勢がたっぷり12ヶ月分書いてあるのと、あとお羊座さんのお仕事運や人間関係やお金のこと、そういったことも少し PDF 特典としてカペラノートの製本版にプラス情報を付け足していますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。では行きましょう。お願いします。あとカペラノートをご予約いただいた方もありがとうございました。そろそろ届く頃かと思います。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月前半です。ペンタクス7の逆、忍者の逆、フール、ペンタクス10逆、タワー、カップ7、そしてカップ5逆、気をつけることや対策が戦車とワンド5の逆とオラクルはワンド10の逆です。お疲れ様ですって感じですね。お疲れ様でしたかな。12月前半の出来事を通して本当にお疲れ様でしたと言いたくなるような感じがします。ちょっと先に星の解説させていただきますが、12月は1日が新月になります。でこの新月は伊手座で起こるんですけど、お羊座さんにとってはこの12月からというかこの新月からの流れっていうのはものすごく発展していくとか広がっていくとか可能性が広がるよみたいな、すごく引き上げられるような運勢なんです。後ろから風吹いてますねみたいな感じの時なんですね。ですので非常に意識が高くご自身の可能性を信じてやってみようみたいな形になりやすいと思います。なので何を自分が探求していきたいのかなとか、何を進めていきたいのかなとか、どっちの方向でいきたいというのが決まってらっしゃる方はぜひそれを意図して願い事として書いていただいたりすると、とってもそっちにさらにね進んでいきやすくなると思っておいてください。でもう一つ重要なポイントとして12月7日から火星が逆行を始めるんですね。もう一つその前に11月の26日からすでに彗星が逆行していますので、これは12月16日まであります。12月の前半は少しコミュニケーションの誤解に注意したりとか、契約とか内容はきっちりと確認しましょうという時になります。おそらくすごく可能性が広がるよとか行動範囲も広がりますねっていう時なので意識高いと思うんですね。でもその高くなりすぎてあれもこれもあれもやってみたいみたいな形ですごく気が大きくなりすぎてこれいらなかったなみたいなこともあるかもしれないので、本当に今の自分に必要なものかどうかっていうのをきちんと自分で自覚して確認して何か契約とかねしていただいたらいいかなと思います。そして12月7日から火星が逆行するんですが、この火星っていうのは前回も動画でもお伝えしたと思うんですけど、11月の4日から来年の6月16日までお羊座さんにとってはもう本当に何かを生み出していくとか、クリエイティブに作り出すとか、企画するとか、チャレンジするとか、自分の人生に新しいものを入れていこうみたいな、ものすごくこれはいい応援のエネルギーとして使えるんですね。でちょうど11月の20日からも大きな流れも変わりましたし、なんかすっごく重たい大きな重しが外れたみたいな感じで、じゃあこっから好きにしていこうっていうことで使えるエネルギーなんですけども、その中でもちょうど12月の7日から来年の2月24日までっていうのは少し逆行するんですね。でもこれは逆行してるからダメということではなく、おそらくすごく動くんだけどなんかスピンしながら回ってるみたいな感じになるんじゃないかなって感じがするんです。決して後退してるわけではないんですが、もう勢い余ってやりすぎるとかもあるかもしれないし、自分でこんなに頑張っているのに全然進んでいないかのように感じたりとかするかもしれませんが、動き続けている限りは必ず成果っていうのは出るので、そこは安心してください。でむしろものすごいバックアップが今来てるっていう時なので、動きは止めないでほしいなと思います。ただ自分が自覚しているこの進んでる体感と結果っていうものがちょっと一致しにくいかもなっていうところです。なので
より一層なんかご利用ししたくなったりとか、もっと自分にプレッシャーをかけたくなったりするかもしれないので、そこだけ今はそうやってなかなか自分では成果が見えにくい時なんだというふうに思ってコツコツと頑張ってみてください。一番注意してほしいのはそこかな。もう一回12月はね31日に新月がありますけど、前半として重要なポイントはそこです。そして21日以降はねまた変わりますが、21日までその意識高いですから、ぜひこのまま行ってほしいなっていう感じがします。でそれを踏まえた上でのタロットなんですけれども、ここに至るまでにやはり何かをリセットしたっていう感じがすごくします。ここでフールも出てますし、なので何か大きなものを自分の中でリセットして、そして今現実っていうものをどうやってもっと豊かにしていこうかとか、どうやったらもっと自分が納得いくような過ごし方ができるかなっていうものをご自身で模索しているのかなと思います。これから先の自分の目標だったりとか、少しそこが今なんか曇ってる感じがするんですね。決して現実が悪いわけではないんですけども、このまま同じようにいくわけではないと。じゃあ新しくするってなった時にどうするっていうところで、何かをまだ外したところなので、それは新しいものは見えてないかもしれませんが、この12月の1日以降の明るいね、この後ろから押されてるこのエネルギーに基づいてというか、何かすごく溢れ出す感じがするんですね。ここでペンタクスの10、ただ逆位置なんですけども、何かが溢れ出す。そしてその可能性の中で進んでいくんですけど、そこで何かとても大きな気づきがあるみたいなんです。ああやっぱりそうじゃなかったのかとか、やっぱりそうだったのかとか、うわ違うと思ってたけどこれかみたいな、なんかそういうような大きな気づきがあるんじゃないかなと思います。ここタワーの聖地が出てるので、やっぱり雷に打たれるかのような衝撃というか気づきがあるということなんですね。なんでしょうねこれは。特にねたとえ12月の7日から火星が逆行するとはいえ、12月前半のお羊座さんっていうのはとにかく広がるとか遠くまで行くとか意識高くなるとか、そういう感じで、特に10日あたりなんてもう本当にすごいなっていう感じがするんですよね、動きが。その中でのどんな気づきなんでしょうね。タワー、ワンドの7、ストレングス、ペンタクスの6ということで、なんか自分の立ち位置とか、自分の立場とか、自分がこれまで一人で頑張ろうとしていたことに関して、何かちょっと方向性が変わってくるっていう感じがしますね。例えばの話ですが、ご自身は他者に迷惑をかけないように一人で頑張っていたとか、全部一人で請け負っていたっていうことに対し、実は他者を頼る方が他者は嬉しいとか、その方が全てがうまくいくみたいな感じがあり、要するに自分が良かれと思ってやっていたことが本当の意味で自分にとってプラスじゃなかったっていうことに気がついて、みたいな感じかもしれません。でその後本当にみたいな、本当にそれでいいのみたいな感じで、ちょっといろいろ可能性っていうのを探っていったりとか、こうかなああかなみたいな、期待混じりの不安のような、不安混じりの期待のような可能性っていうものがたくさん見えてくる。でその中から選んでいくみたいなんですけど、なんだかねこの12月前半っていうのは実際の行動はおそらくすごくしてると思います。どこか移動したりとか何か運動したりとか、分かりませんが、実際はとても動いてるんですが、一番大きな影響として言われているのは、その自分の内側の気づきとして、なんか目標が変わるとか目指していたものが変わるみたいな感じがありますね。そしてこれは本当にその気づきっていうのは宇宙の采配な感じがするんです。でやっぱりオラクルがワンドの10の逆なので、これまで自分が一人で頑張っていたこととか抱えていたものとか、これは私の責任だからって思ってやっていたことっていうのを手放すっていうかね、荷を下ろすっていう感じなんですよね。荷を下ろすことができる。でそれに対してちょっとまだ戸惑ってるんですよね。本当にいいのみたいな。今まではその荷を背負うことが自分の役割だと思っていたし、それが自分のためにもなるし他者のためにもなると思っていたけど、手放していいの？手放した後どうなるの？みたいな感覚かもしれません。なので喜びっていうようなあからさまなものっていうのはカードからあんまり見えていないんですが、その戸惑いとか本当にみたいな、そういったなんか大きな気づきの底にはまだ見ぬ実はその方がいいよねっていうような喜びが待っていますので、そこは安心してください。
ちょっと他のも見てみますね。これがちょっと全体像です。なのでね、星で見た時はめちゃくちゃ明るくて、なんかイケイケゴーゴーみたいな感じのエネルギーがありますけども、カードで見たら、この流れにのっとってるからこそ気づけることがあり、なおかつ手放せるものがあり、やり方変えるんだなって、多分おそらくこれは多分仕事だと思うんですけどね、仕事に対してのやり方を変える。ただ気持ち的には、頭ではそれがいいって分かってるけど、気持ち的にはなんか本当に大丈夫みたいな気持ちがあるのかなって感じがしました。ちょっと仕事のことを見させてくださいね。仕事はやっぱり大きく変わりますよね。そう思います。これはもう大きな時代の流れとして、本当にこれまでお疲れ様でしたっていう感じです。やり方が変わる、責任が変わる、そんな感じがひしひしとしますね。仕事、ソードのクイーンとワンドの3とマジシャンとジャッジメントですね。仕事としてはご自身はそんなにね、すっごい勢いで何かの扉を開いていこうとしてるわけではないというか、むしろ今はこれから本当に自分はどうしたいのかなみたいなことを考えやすい時なので、少し仕事に対しては消極的なエネルギーがしますが、消極的になる時とか止まる時っていうのも絶対必要だと思うんですよね。なぜならばゆっくりとですけど動き出すわけです。なんて説明したらいいんだろうかちょっと難しいんですけど、そうなんか動いてないかのように見えて、例えばですけど、目標がはっきりと分かっていて、その目標に向かってあからさまに進歩を遂げてる時っていうのは、よしよしこれでいいぞと、これでできてるぞって分かると思うんですけど、全然関係ない、目標とは全然関係ないことにいろいろ行動したりとか翻弄したりとかして、自分別にこれやりたくてやってるわけじゃないんだけどなって言いながらやらされてることとか、そうしてることってなんか自分にとって関係ないことと捉えてるかもしれませんが、それこそが今必要なことなんですみたいな感じで言われていて、なのでまだ扉が開いてないんですよね。見えてないんですよ、その先のなんかビジョンっていうのが。だけど必ずそこには、その仕事上ではね、とてもいいエネルギーの道が見えてきてるっていう感じなんです。これはワンドの3っていうカードでエンタープライズっていうことですごく、なんていうのかな、こっから行くんですよ、遠くを見てるんですよみたいな感じなんです。目先のことだけじゃなくて遠くを見てるんですっていう感じ。そしてマジシャンやジャッジメントのカードが出ているので、なんか始まるんだろうなって感じはします。ずっと考えていたこととか、いつかはと考えていたこと始まるんだろうなと思うんですけど、これでももう流れがそうなってるというだけで、お羊座さんの気持ち的にはあまりそこまで積極的じゃない感じがするんです、今はね。12月の頭はじゃあいいと思いますよ。まずは何か内なる気づきがあって、変化があって動いていくっていう感じだと思うので、全然それでいいと思います。ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係ね。ワンドのナイトですね。そしてソードのページですね、これは。そしてカップの5ということで、カップの5、2枚出ましたね。人間関係に関してはなんだか争いたくないんだっていう感覚がすごくするんですよね。揉めたくないというか、逆を言えば人当たりよく仕事とかそういう何かでね関わる人とはもう全然問題なく普通に接せられますよと、全然そこになんかせっつく感じっていうのがなく、普通に関わるし対処するし、そのままうまくいくよって、何もたとえ少し腹が立つようなことがあってもそのことも責めないし、なんかなるようになるよねみたいな感じでちょっと俯瞰して見てる感じがあるので、揉めないし、逆を言うとうまく付き合ってるなって感じがあるんですね。表面的には。そして真の部分ではどうなのって言ったら、すごく人を求めるっていう気持ちと、でも本当にこの人でいいのとか、本当に何て言うのかな、その人との未来を描けないみたいな感覚があり、自分で行きたいけど止まってる行きたいけど止まってるみたいな感じもあります。恋愛に関してはまた別動画で見ますので、一般的な人間関係として聞いてみてください。そうね、やっぱりカップの方が2枚出てるっていうのは、すごくね、自分が期待しているもの
とか求めているものっていうものと現実が少し違うっていうことだと思うんですね。でもメッセージとしては私たちの意識がエゴがいやこれじゃないんだよなと思っていたとしても、今与えられているものとか今関わっているものっていうものは今関わっている人たちっていうものは必要で関わってるんだよっていう感じ。今この瞬間はあなたには必要な人じゃないですかみたいな感じ。それがお羊座さんからしたらいやこの人との未来ってあるのかなみたいな、ちゃんと保証とか流れが見えないと関わっていかない方がいいんじゃないかみたいな感じでちょっと引くような戸惑うような感じがあるんですけど、私今回の思うのは今の関係性を大事にしてほしいって感じがしました。というのは今この瞬間の関係の中で感じる喜びってあるはずなのに、将来のことを考えたり未来のことを考えて今を崩してるっていうかな、今を損ねているみたいな感じがするので、いやいやいやそれは今感じることによってまた未来も変わるよねみたいな感じで思いました。だからとても実はカップの5の逆っていうのもね、実は思ってるほど悪くないんだよとか、実は自分の感情っていうのは期待していたものと違ったとしても実はその方がいいんだよみたいなねメッセージなんですよねこれは。そんな感じですね。なんか興味深いね。はい、一番言われてるメッセージっていうのは役割を外しましょう、重荷を外しましょうということなんでね、これをお仕事にも人間関係にも当てはめて感じてみてください。でも本当は関わっていきたいっていう気持ちがあるなら、その今の気持ちに素直になっていいんじゃないかなと思いますよ。ちょっと最後にもう一枚引いてみましょう。羊座さん、はい、ジャーニーガイドというカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば皆さんもねご自身の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。やっぱり旅行に出かけたりとか冒険に出かけるための応援が来てるよっていう感じがしますね。チェンジンロケーションということで何か自分の置かれてる状況ってやっぱり変わっていくのかなって感じがしますね。人生は旅だっていうふうに言われてますけども、ここでも何か自分の立場や状況っていうものになんか大きな気づきがあり変えていくっていうのもあれば、重荷を手放すっていうのもあれば、お仕事に関してはね何か違う道が見えつつあるんだけどまだ見えてないって感じもあり、人に関しても関わりたいけどちょっと疑っているみたいな感じもあり、でも今星の天気予報としてはどうぞ自分の可能性を広げてねとか、遠くまでと行ってねとか、意識高くできる時だよっていう流れがあるので、これもすごく応援してくれてるなと思います。はい、ということでここまでにしておきます。またできるだけ早く次の動画アップしていきますね。恋愛も撮っていきますのでお待ちください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。